シーイングリーズンから連絡が途絶えて1週間。毎日、トラベラーのことばかり考えてしまいます。深夜3時に目覚ましをかけて、明け方まで待機しながら、今までのセリフを読み返していました。この気持ちは何だろう。この特別な感情は何だろう。ホラムビは毎日、ARG の情報がまだ出ないと言います。まるでサルカニ合戦のカニになったみたい。そして気づいたんです。私が求めていたのはトラベラーではなく、彼女が持つ ARG の情報だったのだと。今回はようやく3回目となる ARG の新情報を解説し、考察していきたいと思います。新たに判明したのは大量の資料と YouTube 動画です。情報量が多いため、今回は2回に分けてお届けします。トラベラー不在。2004年から連絡を取っているトラベラー、シーイングリーズン。1週間の沈黙を経て、ようやく変化が確認されました。最初の変化は、プロフィール内容です。これまでの謎めいた自己紹介文から、はい、あなたが見えています。はい、これが聞こえています。という内容に置き換えられていました。同時に、モブのスタッフ数名の名前にも、シーイングという言葉が追加されています。これは文字通り、ARG の様子を見ているという状態を示しているように受け取れます。さらに、新たな暗号も追加されていました。この暗号は解析班によって非常に速いペースで解読されています。解析班の皆さん、本当にお疲れ様です。ありがとうございました。今回の ARG はトラベラー本人が直接交流する形式ではなく、不在のまま進行する構成になっています。なぜ連絡が取れないのか、その理由は分かっていませんが、まずは順番に資料を確認していきましょう。不気味な音楽。次に判明したのは楽曲配信サイトの存在です。投稿者であるキャットビーファン95が全11曲からなるアルバムコンアンビーチ992ミックスを配信しているページにたどり着きます。まず目を引くのがアルバムアートです。この部屋は過去の ARG で登場したララバイルームと同一の空間であることがわかります。投稿者の自己紹介文には次のような内容が記されていました。ミシガン州、1990年代、父はおもちゃ会社で働いていました。父が亡くなった時、多くの音声録音を残していました。さらに、アルバムの説明文には以下の情報が含まれています。アンビエントミックス、1992年制作。オリジナルの SA90 コンパクトカセットからデジタル化されたもの。ただし、録音内の一部サンプルはレコード由来のように思われる。アルバムアートは、同時期に撮影されたと思われる写真を使用。ただし、工場見学でこれらを見た記憶はない。1996年12月19日リリース。非常に意味深な内容です。整理すると、プレイタイム社で働いていた父親が、1992年にカセットテープへ録音した楽曲を、投稿者が1996年に配信していることになります。さらに、その中にはレコード音源由来と思われる楽曲も含まれています。つまり、ララバイルームは1992年の時点で、すでに存在していた可能性が高いということです。おそらく投稿者の父親は、1995年の喜びの時間で命を落としたため、その父の遺品から謎を解くための情報を共有しているのでしょう。このサイトを共有してきた点から、投稿者がトラベラーである可能性も一瞬浮かびます。しかし、キャットビーファンという名前や、過去にトラベラーがプレイタイム社でのお気に入りはキッシーだと答えていた点を踏まえると、ここには明確な矛盾があります。そのため、この投稿者はトラベラーとは別人物と考える方が自然です。また、楽曲の中には、過去にユールの音楽として流れていたものに近い音源も含まれています。説明文にあるレコード由来のサンプルとは、これを指している可能性が高いでしょう。ちなみに、アンビエントとは、空間や存在を定義する音楽です。その性質から考えると、各楽曲のタイトルも、場所や状況を象徴する名前が付けられていると推測できます。そして、この音楽そのものが、次の解読へとつながるヒントにもなっています。続いて、次に見つかった資料を確認していきましょう。回収されたメモ。次に発見されたのは、回収された資料9点と、鍵付きの断罪ファイルです。回収された画像は5枚あります。いずれも断片的で、全体像を把握することはできません。ただし、過去のショート動画で登場していた実験体1202の釣り具が映っていることから、撮影場所はラボ内部である可能性が高いと考えられます。回収されたメモは4枚。その内容から、喜びの時間から3日後の状況が記録されていることがわかります。
まずはメモの内容を順に見ていきましょう。8月11日。もし他に生き残りがいるのなら、その人たちはもう死んでいるか、引き裂かれているはずだ。私たちは自分たちの実験体以外に生きている人間を一人も見ていない。彼らは組織だって行動しているようで、数部屋先からますます不安になる音が聞こえてきている。彼らが何をしているのかはわからないし、それを確かめるためにここに留まりたいとも思わない。このメモの書き手が誰なのかはまだわかっていません。ただし、文中で私たちという表現が使われていることから、複数人で行動していることが読み取れます。実験体から逃げ延びながらも、身動きが取れず追い詰められている様子が伝わってきます。8月12日。ポピードールが私たち3人全員を見た。私たちはヘッドライトに照らされた鹿のように凍りつき、彼女が何かもっと大きな存在を呼び、私たちを引き裂かせるのを待つしかなかった。必死にやめてほしいと頼んだ。彼女は疲れ切っているように見えた。泣いていたようにも見えた。それは罪悪感なのか、それとも別の何かなのか。彼女は他の誰かに見つかる可能性は否定できないと言った。もし誰かに見つかった場合は報告しなければならず、そうしなければ結果が伴うと付け加えた。もしそれが起きなければ見なかったことにすると言った。彼女は以前からどこか奇妙な存在だった。私は彼女を信用していないが、他に選択肢はないのだと思う。ここで重要なのは、書き手がポピー人形と直接遭遇している点です。以前から動くポピー人形を知っていた様子から見ても、これはあのポピー本人である可能性が高いでしょう。喜びの時間について、VHS 映像内で見られた罪悪感とも一致します。また、他の実験体に見つかった場合は、プロトタイプに報告する義務があることも示唆されています。一方で、見つからなければ見逃すという対応から、ポピーはこの人物たちと中立的な関係にあったと考えられます。さらに、この記述から、書き手と共に行動していた人数が3名であったことも判明しました。時間がわからなくなる。日付不明。ポピーとの遭遇の後、別の場所を探すことにした。何日経ったのかわからない。今いる場所には時計がない。太陽もなく、時間を計る手段がない。日にち感覚は完全に狂っている。すべてが終わりのないぼやけた夜のようで、私たちは常に疲れている。空腹でもあるが、それは別の問題だ。私が理解できないのは、なぜ実験体たちがまだここにいるのかということだ。なぜ、ただ去らないのだろうか。先ほどのポピーとのやりとりを見る限り、この人物たちは実験体に見つかることなく生き延びたようです。それにもかかわらず、疲労や空腹以上に、彼らの意識は実験体の存在に向けられています。ここで語られている疑問は、もう自由になっているはずなのに、なぜ逃げずに工場に留まっているのか、という点です。このことから、一部の実験体には、ラボ内で果たす役割が残されている可能性が考えられます。日付不明。何かが壁の中にいる。前と同じ音だが、今はもっと近い。物資が少ない。疲れた。ここにはいられない。ここから赤文字の追記が始まります。こんなにも時間が経ってからこれを見つけるなんて信じられない。もしかしたらあなたはまだこの辺りのどこかにいるのではないか。あるいはこれをあなたの元へ返せるのではないか。何を考えているんだ。私はあなたのネームタグも見つけた。机に戻しておいた。それが正しいことのように思えたからだ。あなたが気にかけていたことは分かっている。あなたが努力していたことも分かっている。こんな結果になってしまって申し訳ない。ウィラード博士。この場面では明確に時系列の違いが生じています。これまでメモを書いていた人物とは別に赤文字の書き手として PW ことプレストン・ウィラードが登場します。今までの書き手は他の実験体に追い詰められ限界に達している様子が見て取れます。食料も尽き逃げ続けるしかない状況です。一方で PW は後からこのメモを発見し冷静さを取り戻した状態で追記を行っています。その書きぶりから PW はこの書き手が喜びの時間で死亡した、あるいは生存不明になったと理解しているように見えます。その理由として考えられるのがネームタグの発見です。本人の姿はなく名札だけが残されていたこと、さらに極限状況を示すメモを目にしてしまったこと、これらを踏まえると書き手が逃げ回った末に命を落としたと考えても不自然ではありません。また机の存在からこの書き手が管理職クラスであった可能性も浮かび上がります。 PW の言葉に込められた深い悔恨からもこの2人が単なる同僚ではなかったことがわかります。では PW が口にしたこんな結果とは一体何を指しているのでしょうか。ステラとのやりとり。最後に見つかったのが
暗号化されたファイルです。その鍵は先ほどの回収画像の中に隠されていました。解読の鍵となった言葉は、あなたが求めているものは決して見つからないというフレーズです。この言葉はギルガメッシュ叙事詩に由来しています。人類が不死を求めたものの、神々はそれを自分たちのもとに隠し、死を克服するという目的は決して達成されなかった。そのような文脈で使われる言葉です。非常に意味深で、ポピープレイタイムの世界観とも強く重なります。このパスワード付きファイルの中から確認できたのは、PW とステラのメールのやり取りでした。その中には次のような一文があります。もう限界だ。話をする必要がある。PW、あなたも同じ気持ちですか？以前のキャットナップ閲覧禁止動画からもわかる通り、PW は罪悪感を抱えながらラボで勤務していました。その感情が次第に膨れ上がり、ステラに相談するに至ったのかもしれません。後日、ここから派生して見つかった新たな閲覧禁止断罪動画についても詳しく解説しますが、少し触れると、PW とステラが協力して喜びの時間を引き起こした可能性が示唆される内容でした。それが、先ほどのメモにあった、こんな結果になってしまった、という PW の後悔につながっていると考えられます。同様の発言はポピーからも確認されています。このことから、PW やポピー、さらにはステラも、従業員の大量虐殺については、プロトタイプから事前に知らされていなかった可能性が高いと推測できます。では、実際に PW はどうなってしまったのでしょうか。それについては、次回の動画で詳しく解説したいと思います。今回の3回目となる ARG では、トラベラーとの直接的な接点は見られませんでした。しかし、PW や喜びの時間の実態など、見逃せない情報が数多く含まれていました。皆さんは、今回の資料をどう感じましたか？ぜひ、コメントで教えてください。